こんにちは、トバログです。今回はですね、毎月恒例なんですけど、最近買ってよかったもの、手放したものについてちょっとお話ししていこうかなと思います。結構ね、今月はカメラ系の機材だったり、ガジェット系のデバイスとかが多めなんですけども、いろいろとチェックしてもらえると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、今月いろいろ買ってるんですけど、まず一番大きな買い物だったのがこちらですね。ソニーの α7C2 っていう、いわゆるフルサイズのコンパクトなカメラなんですけど、これをね、新たに購入しています。なんでこれを買ったのみたいな話は後半の方でするとして、やっぱりね、このフルサイズセンサーを搭載していながらこのサイズ感で収まっているっていうのが結構唯一無二なところがあって、これはねちょっと購入してしまった感じですね。最近このサムスンのイベントとかでニューヨークにも行ったりしていて、そこで撮った端末の動画とかそういうのはだいたいもうこれで撮っていて、こういう感じのねセットアップと組み合わせて使っていたんですけど、めちゃくちゃ写りもいいし、やっぱねこうディティール感までしっかりと再現されていて、しかも色ものせやすいっていう、そこがねこのサイズ感でできるっていうのはすごく嬉しいところでしたね。これ系で言うと、もともとはね α6700 っていう APS-C でほぼほぼ同じサイズのカメラを愛用していたんですけど、やっぱりね動画をすごく撮るってなると、写真はね全然 APS-C で僕はいいなと思っているんですが、動画に関しては常にこう連続でシャッターを切っているような状態なので、かなりねノイズ感が APS-C だと目立ってきちゃうんですよね。今回みたいにこういうね発表会の会場ってかなり暗い場所だったり、自分で明るさをコントロールできない環境が多いので、そういう意味ではねやっぱフルサイズセンサーを搭載してた方が、使い勝手はいいなっていうところで、今回こういう感じのセットアップになっています。というわけで、簡単になんですが、この組み合わせを今回購入しています。はい、続いて購入したもの、こちらはね動画でも単体で紹介したんですが、マイアーケードのこのパックマンとかができるこの専用のゲーム筐体、これはねなんかめっちゃ可愛いです。日本の Amazon でも普通に購入できるので動画で紹介したんですが、この間ねニューヨークに行った時に僕は購入したっていう感じですね。こんな感じで中にね電池を4本入れることで、このね小さい、小さくはないんですけど程よいサイズ感の端末でこんな感じでパックマンとかが遊べるっていう、そういう感じです。で結構これちょっとねハマっちゃって、意外とこうパックマンって難しいんですよね。難しくて奥が深くて、これでねなんか3万点ぐらい取れるようになってきて、結構なんかやられたもう一回みたいなね結構やってるんですけど、こういうねちょっと楽しさがめちゃくちゃこういう筐体でカラーで、しかもバックライトが搭載された状態でパックマンとかが楽しめるっていうわけですね。こんな感じ。あれもう一個ある、もう一個あった。詳しくはこの間の動画見てほしいんですけど、こういうねパックマンの他に、これ実は結構地味にすごいんですが、ファミコン版のロックマンの1から6まで全て収録しているっていうこの筐体だったり、あとはストリートファイターとかスペースインベーダーとかギャラガーだったかなとか、そういうのもその専用の筐体でたくさん売られているので、1個あたり6、7千円で買えるから、ちょっとね集めたくなるっていう、そんな感じのアイテムです。昔遊んだ人は懐かしいと思いながらベッドに寝っ転がってプレイしたり、あとはただねこれをこう遊ばなくても飾っておくだけでもすごく可愛い感じになるので、これはなんか買ってよかったですね。はい、続いてこちらね使用感とか動画で紹介したいなと思ってなかなかできてないんですけども、コルセアっていうアメリカのゲーミングデバイスメーカーが出しているシミタールっていうのかな、シミタールエリートワイヤレス SE っていうマウスですね。この真っ白でちょっとこのゲーミング感漂う、白すぎるかなっていう感じのねデバイスなんですが、なぜこれを買ったかっていうと、こちらです。
これすごくないですか。12個のサイドキーを本当に自由にね、いろいろな機能に割り当てることができる、すごい多機能マウスなんですよね。ここにもうこのねスクロールとかも備わっていて、このね普通のマウスボタンはあるんですが、それの他にここにカチカチカチっていうこのショートカットボタンが可動式のやつが割り当てられるっていう、これがちょっと面白いというか、ずっとね気になっていたのでちょっと購入してしまいました。今まではこういう系のデバイスね、ロジクールとかからも出ていて、これ気になるなって感じだったんですが、ブラックしかなかったんですよね、ずっと。でブラックだとさすがに僕のこのデバイス環境からするとちょっと浮いちゃうなっていうので敬遠してたんですけど、最近になってこの真っ白いモデルが出たので、ちょっとね趣味嗜好は違うものの、実際どんな感じで使えるんだろうっていうのがすごい気になって購入してしまいました。今 MacBook と連携してるんですけど、例えば6のキーを押すとこのね横スクロールみたいなで、こっちの5を押すとこっちに行くみたいなとかにしていて、でここをね進むボタン戻るボタンとかで割り当てをしてて、こんな感じでねこの戻ったり進んだりができる。ここを開いて1を押すとローンチパッドを起動するとかね、そういうね機能を今割り当てて使っています。で789はねカットコピーペーストみたいな感じで、11がミュートボタンで、12が一応ねファインダー開くボタンにしてるんですけど、なかなかちょっとうまくはいってないです。で10は結構最近ね AI とかで音声入力使うので、音声入力ボタンですね、マイクを起動するボタンにしていたり、そんな感じで本当にいろいろな機能を割り当てることができるっていう感じです。詳しくは動画撮ろうかなと思ってるんですが、設定はねこういう専用のアプリがあって、ちょっとこれめちゃくちゃ使いづらいんでなんとかしてほしいんですけど、こんな感じでどの機能を割り当てるかとかをここでね追加していくことで、ここにこう引っ張っていって割り当てをするっていう、そんな感じで作るイメージですかね。ちょっとロジクールとかと比べちゃうとかなり使い勝手は良くないソフトウェアなんですけど、一応こう有線で接続することでいろいろな機能を割り当てることができます。あとは多分どっかでこのねレイヤーの切り分けができると思うんですが、そういうのをやるとダヴィンチリゾルブ専用のキーマップみたいなのを作って、例えば今僕がこっちの左手デバイスでこうカチャカチャとねこうマウスとこれをやりながらやっていることを、もしかしたらこれ単体でこうカットとか、ペーストとか、その2倍速再生とかそういうのがねこれ単体でもできるようになるかもしれないなって感じです。一回ねそれでちゃんと割り当ててやろうとしたんですが、やっぱこっちのね速度には勝てなくて、片手ではねまだ使いこなせておらず、こっちのキーで割り当てきれないようなものをここにね割り当てて、サブ的な左手デバイス2みたいな感じで使うようなイメージで使おうかなって感じですかね。クリエイターって結構ねショートカットとかで時間効率をどんどん上げて、よりねこう脳みその思考みたいなのに使っていきたいというところがあって、結構ねショートカットを使うんですが、それをねマキシマム化した最大化したマウスっていう感じですね。見た目はちょっとごちゃっとしすぎかなっていうところと、あとこのクリック感ちょっと価格の割に安っぽいなみたいなのはあるんですけど、想像してたよりもかなりサクサクすごくねキビキビ動いてくれて使いやすいなって感じですね。これは単体で動画で紹介したいなと思うんですけど、もしねそういう需要があれば是非コメントで教えていただけると嬉しいです。はい、続いて購入したもので言うと、こちらは Amazon の動画でも紹介したと思うんですが、 USB-C ポートのサンダーボルトに対応した10ギガビットイーサネットアダプターです。これは一体誰がどういう風に使うものなんだっていうと、こうやってね MacBook とかノート PC にガシッとね USB のサンダーボルト対応のポートに接続をすると、いわゆるこういうね LAN ケーブル、基本みんな多分 Wi-Fi とかで使っていて、あんまりこれ自体使うことないんじゃないかなとは思うんですけど、これをこのイーサネットポートにガシッと接続をするとめちゃくちゃ速度が出ます。例えば今 Wi-Fi 接続をした状態なんですが、それでねインターネット速度テストをすると意外と速い。こんな感じで自宅の Wi-Fi だと下り 1.5 ギガ、上り 1.1 ギガっていう速度が今出てると思います。今は昼間なんで調子いいんですけど、夜になると200メガ bps まで落ちちゃうみたいなこともあるんですよ。有線接続をすることによって、よいしょ、はい、速い。
こんな感じで分かりますか？下り 6500Mbps のアップロード 5400Mbps ってかなりね、もう5倍以上の差がこれでね出てくるんですね。で有線なので比較的 Wi-Fi と比べてこの周りのね住宅環境でこの通信のねなんか振れ幅っていうのもそんなに起きにくくなるし、あとはまあ個人的なんですけど、結構動画のファイル10ギガとかあるようなものもすぐアップロードできたり、すごいサクサクにネットが使えるようになるというところで、このアダプターを購入したわけですね。で実際に動かしてみるとかなりの速度が出るのですごくいい感じです。注意点としては、これを導入したからといって自宅の通信速度が爆速になるというわけではなくて、そもそも大前提として自分がね契約しているインターネットのプランによって、1ギガなのか10ギガなのかによってだいぶ変わってくるし、自宅のルーターが10ギガにね対応しているかどうかでもこの速度が出るかどうかってね、ちょっと変わってくるところなので、割と専門的なちょっとアイテムではあるかなと思うんですけど、こんな感じで MacBook とかノートパソコンでも 10GB イーサネットが使えるっていうアダプターですね。若干気になるのは、結構ねこう使っていると熱を持つのと、あと排熱の音がそれなりに大きいので、その辺はねちょっと気になるところかなと思います。あとはそしてもちろんサイズ感もかなり大きいですね。 USB-C のハブとかと比べると、こっちが1ギガだったと思うんですが5ギガかな、1ギガ、10ギガだとするとかなりサイズもこの単機能なのにすごく大きくなってしまうというところは一つねデメリットではあるんですが、自宅でね大容量のデータをクラウドにアップしたい時とか、写真とか動画のねやり取りをする時とかに、こう気軽にデスクから速い速度でインターネットに接続できるっていうのはすごくメリットだと思うので、これはね購入してよかったなと思います。はい、続いて購入したもので言うと、じゃんとこちらですね。 XREAL1 っていうこのXR グラスを購入してしまいました。ちょっと視点を変えてお見せするんですが、こんな感じのアイテムですね。もうだいぶ認知度が高まってきて改めて紹介する必要はないかなと思うんですけど、グラス型のディスプレイとなっていて、こういうねスマートフォンと有線接続をすると目の前にねちょっとした画面が現れるというアイテムです。もともとね XREAL Air とか、あとは Bitua One とかいろいろねこういうグラス型ディスプレイたくさん出ているんですけど、現状は XREAL One シリーズが一強かなと思います。今買うなら圧倒的にね、これ一択で、っていうのもこの中にねチップを内蔵することで、本当にこれ単体で接続をしてしまえば目の前で画面が固定できるんですよね。はい、ちなみに実際に見ている映像をお見せするとこんな感じですね。これすごい、ほら見てください。ちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、こうやって画面を動かすとすごい勢いで固定されてるんですよ。これ Mac 側の内蔵アプリの時は結構このモードちらつきが多くて、なんかね使いづらいなっていう感じだったんですよね。なんか内蔵チップのおかげなのか全然ちらつきもなく、すごく自然な印象です。ワイド画面にするとこんな感じです。表示サイズ自体はねこの XREAL 側のディスプレイがねちょっと小さいので全部は見えないんですけど、こうやって首を振ると若干ねこんな感じで端っこまで見えるようになって、こっち側がよいしょよいしょよいしょ、こういくとこのぐらいまでこの画面が出せるっていう、一応ね2画面こう並行して並べられるっていうところではあるんですけど、首を動かすことでこうね見えるようになるディスプレイって感じですかね。現状ね XR グラスだと圧倒的にこれが一番いいんですけど、やっぱりねこういう VR とか Vision Pro とかと違って画面が小さいし、作業用としては解像度的にもね微妙に物足りないっていうところで、意外とそこまで現状だと使いこなせていない状況です。で実際にこの間のニューヨークに行ったフライトの中でもこれを使ってたんですが、ちょっとね iPad の充電の減りが3倍ぐらい早くなってしまって、14時間のフライト持たない、やばいってなってしまったので途中から使わなかったんですけど、そんな感じで若干外部ディスプレイとして物足りなさはあるんですけど、やっぱどっちかっていうと原点回帰というかね、この XREAL-i が新たに備わったことでちょっと AR グラス的な使い方が今後ソフトウェアとか拡充していくとできるようになるんじゃないかなっていう期待も込めて今回購入したって感じですね。実際にメゾンっていう会社が前にねこのグ
ラスをかけると、この目で今このカメラから見た人が前になんかで会ったことあるけど思い出せないみたいな時に、このねレンズから顔認証をして何々で会った何々さんみたいな感じで、そのね人自体を教えてくれるみたいな、まだね多分コンセプト段階的な感じだと思うんですけど、そういう新しいアプローチが生まれていたりして、あ、これちょっとなんか自分でも作ってみたいかもなとかね、そういう気持ちもあったりするので、まあできるかわかんないんですけど、そういうなんか開発みたいなのもしてみたいなっていうところもあって今回購入しています。XR グラスに関しては結構ね、割と期待をしすぎて購入してしまっている人もね周りに多かったりするので、しっかりとちゃんと自分の使った印象の中でこういうものだよっていうのをどんどんね伝えていけるといいのかなっていうね、そういう動画も撮ってみたいなと思ってます。はい、続いて購入したもので言うと、こちらのスタンドライト、めちゃくちゃ可愛くないですか？この感じで、この小ささなのにこの金属筐体でこういう佇まいっていうところが気に入って購入してしまいました。これはね、この間ニューヨーク行った時になんか自分用にお土産欲しいなと思っていたところ、近代美術館のMoMAのお土産ショップでね見つけて、これだと思ってスーツケースに入れて持ち帰ってきたものですね。これはイタリアのザッフェラーノっていうところが作っているポルディナマイクロプロっていうねタイプの照明になっていて、一応このサイズ感ながら中にねリチウムイオンバッテリー搭載してて、これでもう単体で持ち歩いて、下なんか無接点充電みたいな感じなんですが、これでね使えるっていうところで、意外とね明るさが結構あるので、なんか部屋のアクセントにちょうどいいなと思っています。なんかね見た感じカラーも結構いろいろあって、オレンジとか白とか、あと緑とか青とかね、すごいたくさんの色があったんですけど、この部屋最近背景にねこういうビビッドなカラーを織り交ぜていたりするので、それにね馴染むようにちょっと強めの色を選んでみたっていう感じです。結構棚自体がねシンプルな印象なので、こういう小物類は遊んでもいいかなっていうところですかね。こう見えてね意外と機能性が高くて、これ明るさがね何段階か選べるのと、あとホワイトバランスというか、なんかねこの色温度もいくつか3段階ぐらいで選ぶことができるんですよ。しかもなんか一応防滴らしくて、ちょっとぐらいの水ならねかかっても大丈夫っていうところで、この見た目ながら割と機能的なところもちょっと気に入ったポイントですね。価格的にもいくらぐらいだったかな、120ドルぐらいなんで2万円いかないくらいで1万8000円とかで購入できたって考えると、こういうインテリアっぽいものとしては比較的安価な方なんじゃないかなと思います。これは結構部屋にねこうやって置いとく用途としてすごく楽しい感じですね。はい、続いて買ったもの、これはね最近の撮影でめちゃくちゃ使ってるんですけども、カメラ用のジンバルですね。 DJI のローニン RS4 ミニっていうタイプの新しく出たカメラジンバルを購入しています。もともとはルームツアーで撮影する時限定でね、使っていて前モデルを持っていたんですが、今回ねこういうカメラモジュールとかいろいろ進化しているところがあって購入してみました。はい、こんな感じでさっき紹介した α7C2 をここに乗っけながら今まさに使っているところです。まず一つ手ぶれをすごく抑えてくれるっていうところ、こういう感じで今ね一脚に固定してるんですけど、これでちょっとね激しめに動いたとしてもほとんど手ぶれを感じない映像で撮れるっていうところがまず最高なところです。動きがないと分かりづらいと思うんですけど、実際に動かすとこんな感じですね。取材の時とかルームツアーとかイベントの時とか、そういう時にこうねここいくら持ってこうやったとしてもほとんどブレを感じにくいっていうところが、YouTube みたいに絵が動くと酔いやすいような媒体ではねすごく重宝するっていうところです。でジンバルって結構手ぶれを抑えるために使うイメージ強いと思うんですけど、もう一つねこれを使うメリットとしては、これ自体が雲台みたいに使えるようになるってところですね。結構動画撮る時って雲台のね動き結構めんどくさかったりするんですが、それがこのダイヤル一発で上にも向けて下にも向けてっていうこのね
手軽さがめっちゃ楽です。雲台だといちいちこうくるくる回して角度調整して締めるっていう作業が発生するんですが、ワンオペで取材してるとそんな余裕全くないので、この辺はねもうここのジンバルに任せてしまうのが一番いいかなと思って導入してます。で取材の時でこう地面が平行じゃない場所とかちょっとねこうやって動かしたりすると平行をね取り戻すのにちょっと面倒だったりするんですが、これだと、こんな感じで手元を移した後に2回ダブルタップすることですぐに地面と平行な位置に戻ってくれる。そこがすごくね楽ですね。こんな感じ、これはめっちゃいいです。でこれぐらいだったら前に持ってたねローニン RS3 でも同じことができたんですが、今回すごいのがこれなんですよね。これコンボモデルについてるカメラなんですが、これをカチッと固定をすることで今ね赤くランプが光ってると思うんですけど、チョキだったかな、チョキにすると僕の場合は今緑になったんですが、これで追従してくれるんですよ。自分の位置をしっかりとこんな感じで、こっちのねカメラ今電源が入ってない状態なんですけど、ここのカメラがこうやって動いてくれることで自分の位置をね正確に把握して、どこにいたとしてもカメラのレンズ面がねしっかりと自分に向いてくれるっていう、これがやりたくてこの RS4 を購入してしまったというわけです。最近これを導入したことでちょっと映像の幅が広がって、こんな感じでもう一人ね撮影してくれてる人がいるような雰囲気で動画をね撮ることができて、ちょっと YouTube の映像的にも面白くなったんじゃないかなと思います。あとはRS4 になって地味なんですけど、このロックをね自動で解除してくれることで、今電源入れてるんですがちょっと使わないなっていう時はここでカチッと自動でロックがかかるので、このままねこう持ち歩いたりしても大丈夫だし、あとはこのレンズを変えた時にですね重さがちょっとバランスが変わってきたりするんですけど、こんな感じでバランスが変わるんですけど、このバランス部分も上位モデルだとついてるらしいんですが、最初からこんな感じでこのダイヤルをくるくると動かすことで重量バランスをちょっとね変えることができるっていう、ズームレンズとかを使ってる時とかめっちゃ便利だなと思ってて、こういう細かい仕様が結構何気に進化しているので RS4 ミニですね。ジンバルとかは本当にほとんどの人にとって無用のものだと思うんですけど、YouTube 動画をやってるとこんな感じで遊べる、雲台みたいな感じで使えるのはすごく楽しいですね。これはすごい買ってよかったです。はい、続いて購入してよかったもの、これは衣類ではあるんですが、モンベルのこのねハーフパンツはめちゃくちゃこれ素材感も良くて使い勝手も良くて、本当にこれ買ってよかったです。で個人的にめっちゃ嬉しいのがこれですね。ベルト部分、このグラミチみたいな感じでベルトがしっかりと内蔵されてるのが本当に最高です。こういう半ズボンでわざわざちゃんとしたベルトするのちょっと面倒くさいんですよ。なのでこういう風に最初からベルトがね備わってくれているのは本当に取り回ししやすいです。でかつ個人的に好きなのがこの素材感ですね。夏といえばやっぱサラサラした生地感がすごい好きなんですが、これはね結構サラサラとしたナイロン素材で、かつストレッチも効いています。でしかもこう見てもらうと分かるんですが、若干伸縮加工というかちょっとシワシワっぽいようなマットな質感になっているので、真夏でもねさらっとこの肌に触れる面積が少なくて着られるっていうのがすごく嬉しいですね。はい、実際にこのズボンを着用するとこんな感じですね。僕は今ねだいたいズボンとかも L サイズを履くことが多いんですけど、モンベルの場合ここがねちょっと緩くなりすぎちゃうところがあるので、若干この辺とかはちょっとタイトめではあるんですが M サイズを購入して着用しています。結構良くない？このスタイル。最近トバログの T シャツをこのロゴ T シャツを使っているんですけども、それとこう組み合わせてもすごくねアースカラーっぽい感じで、このスタイルでいつでもどこでも出かけられるのでめっちゃいいです。であといいのがやっぱこのポケットですよね。一応ちゃんと止水ファスナーではないんですけど、裏側にねファスナーが備わっていて、結構旅行の時とかやっぱ財布入れたりなんかちょっとしたアイテム入れるってなるとこうスリとかもちょっと怖かったりするから、しっかりとポケットはね閉まってくれて、しかも1箇所2箇所3箇所4箇所5箇所っていう感じで全てのポケット
トにしっかりとファスナーが備わっているっていうのがすごくね使い勝手がいいなと感じています。自転車に乗る時にね結構ここから落ちそうになったりするんですが、ファスナーがあることでこうスポッとね落ちなくなるみたいな、そこも地味にいいなと思っています。若干ね高めなものではあるんですけど、真夏でもこのサラサラとした着心地でこう気軽に履けるし、いろいろと機能性も高いのでこれはすごいおすすめです。はい、続いて手放したものなんですけど、手放したものも今回結構あって、カメラ機材を割といろいろ整理しています。はい、こんな感じで今回売却してしまったものをまとめてみたんですけど、具体的にはソニーのねあんまり使っていないレンズと、あとゴリゴリ使ってはいるんだけどこっちの方がバランス的にいいかなみたいなので、α7-4 と α6700 っていう2台のカメラを売却してこちらを輪廻転生させていただいております。今ね僕を撮っているのが FX3 っていうフルサイズのカメラなんですね。で、結構持ち歩く用として α6700 っていうこれとほぼほぼ同じなんだけど、センサーサイズがもう少し小さいカメラをずっと使ってたんですよ。でそちらもすごくいいんですけど、こっちでね、写真用動画用として使っている APS-C レンズはこの FX3 だと微妙に 4K 動画が撮れなくなったりとか、そういうちょっとした煩わしさがあったんですね。で一方で α6700 でフルサイズレンズを搭載しようとすると、あれこれ α7C2 でも同じことできるんじゃねみたいなところもあったりして、この FX3 とレンズのサイズと、センサーのね整合性みたいなそういうところを考えた時に、α7C2 を今更ながら購入したって感じですね。ちなみにこれまで持っていた α7-4 がその役割をしてたんですけど、なんとなくやっぱねこっちの方が収まりがカバンの中ですごく良くて、このスクエアな感じ、この真四角でこのコンパクトな感じがすごくね使い勝手が良くて、もう4年も丸々使ってるし、それだったらα7-4 と同じスペックなんだけどより小さい方にしようかなと思ってこの 7C2 っていうわけですね。でタイミング的に出張に行くっていうのもそうだし、あとは僕出品株式会社っていうマップカメラをやっている会社の株を100株ほど持っていて、それでね株主優待で売却益の 5% かな、売却額の 5% をプラスして上乗せられるっていう、合計下取りとかをすると 23% アップぐらいになるっていうのがあるので、そのタイミングでねいろいろとガッと売却をして、最初40万円分ぐらいになるかなと思ってたんですが、最終的には60何万円ぐらいになって、いろいろと売却してちょっとね利益も出て、さらにこれも購入したっていう、そういう感じの流れですね。なので機材とか映像のクオリティとかはほぼ変わってはいないんですけど、気持ち的にすごい持ち出しやすくなったのと、そういう理由があっていろいろと手放しているっていうところです。レンズは資産みたいな話ありますけど、カメラは本当文房具とかそういうね道具ではあるので、ずっと手元に置いとくっていうよりは使わないやつは売却して新しく購入するみたいな、そういうね回遊魚みたいな使い方をしていくデバイスっていう感じですね。はい、というわけでこんな感じで今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひね気になったものとかがあれば概要欄にもリンク貼っておくのでチェックしてみてください。そしてこの動画が気に入っていただいた人は、チャンネル登録とかいいねボタン、コメントよろしくお願いします。トバログではこの動画の他にもガジェットの定期的なレビューだったりとか、あとカバンの中身ルームツアーみたいな動画も撮っているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あとこんな感じでね紙の本を作ったりして、こういう喋ってるのと同じように自分のねガジェットについてのエッセイみたいなのを書いてるものがあるので、そちらもよかったらチェックしてもらえると嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。